のささやきの朗読や。正直に言うと、その日は最初から眠気がおかしかった。夜の運転は慣れている。休憩のタイミングも自分なりに決めている。なのにその日は違った。信号待ちのたび、意識が一瞬落ちるんだ。はっとして前を見ると、赤信号のまま時間だけが進んでいた。ラジオを大きくしても、窓を少し開けても眠気は引かなかった。頭の奥がじわじわと重くなる。そんな時、前方に道の駅の看板が見えた。俺は吸い寄せられるようにハンドルを切っていた。駐車場は思ったより静かだった。深夜なのに車がやけに多い。エンジンを切った瞬間、急に強い眠気が押し寄せた。目を閉じたらそのまま落ちてしまいそうだった。だが車内で視線を感じて目を開けた。フロントガラスの向こう、駐車場の奥に小さな看板が立っている。白地に赤い文字。車中泊禁止区域。妙に目に入る。この広さでわざわざ深夜に強調する必要があるのか。そう思って車内に戻っても、その文字が頭から離れなかった。まぶたが重くなる。ほんの数分だけ休もう。そう思った瞬間、ドアの外で音がした。一つ、また一つ、ゆっくりと車の周りを回っている。ミラー越しに見ると誰もいない。なのに足音だけは止まらなかった。その時、看板の文字がふと違って見えた。眠るな。そう書かれているように見えたんだ。エンジンは切ったままなのに、車内がやけに暖かい。窓は閉めている。ヒーターも入れてない。それでもまぶたが勝手に下がってくる。目を閉じるたびに夢とも現実ともつかない映像が浮かんでは消えた。駐車場、同じ車、同じ看板。何度も同じ場面に戻される。はっとして目を開けると数分しか経っていない。時計はほとんど進んでいなかった。外を見る。さっきまで見えていた車中泊禁止区域のあの看板が少し近づいている。気のせいだと思って視線をそらす。だが別の場所にあるはずの看板もすべて同じ距離に見えた。まるで車を中心に円を描くように配置されている。その円の外側、暗がりの中に人影があった。立っているのか座っているのかわからなかった。ただこちらを向いている。
数を数えようとしてやめた。眠気が急に強くなる。その時、頭の中で誰かの声がした。少しだけでいい。目を閉じろ。その声は自分のものだった。ドアに手を伸ばし、外に出ようとした。だが、体が思うように動かなかった。代わりに視線だけが勝手に看板へ向いたんだ。文字が変わっていた。車中泊禁止区域。その下に小さな文字が増えていた。代わりにここで休め。ゾッとするより先に理解してしまった。この場所は休ませるための場所ではない。起こさないための場所だったんだ。眠ったまま動かなくなった車が周囲に多い理由。ナンバープレートが汚れていた理由。その時、隣に止まっていた車の中で誰かがゆっくりとこちらを見た。目を閉じたまま。その顔が自分とよく似ていたんだ。俺は耐えきれずハンドルを強く握った。このまま目を閉じたら戻れない。理由はわからないが、それだけははっきりしていた。ドアを開け、外の冷たい空気を吸い込んだ。一瞬眠気が引いた。だが駐車場の光景を見て足が止まる。すべての車の中で誰かが眠っている。シートに倒れ、ハンドルにもたれ、同じ姿勢で。どの顔も安らかだった。不自然なほどその中心にあの看板が立っていた。看板の裏側に別の文字が書かれている。風に揺れて一瞬だけ見えた。気象不可。その瞬間、地面に細い白線が浮かび上がった。白線は眠っている車を囲み、自分の足元まで伸びてきた。俺は線を越えたら終わってしまうと直感した。必死に線の外へ一歩踏み出す。その瞬間、背後でエンジン音が鳴り出した。誰も乗っていない車が一斉にライトをつける。眩しさの中で眠っていた顔が同時に目を開けた。こちらを見る。瞬き一つせずに。その時、声が重なって聞こえた。戻れ。まだ休める。足元の白線がじりじりと近づいてくる。俺は転げるように車へ戻り、エンジンをかけた。タイヤが鳴り、白線を踏み越える。その瞬間、すべてが消えた。気づくと、普通の国道を走っていたんだ。看板も駐車場もなかった。俺は後日、あの道の駅を調べた。そこは
正式な休憩施設ではなく、昔仮眠中に起きなくなる事例が相次ぎ封鎖された場所だった。車中泊禁止区域という表示は注意ではない。選別だ。眠っていい人間と起きたまま逃げられる人間を分けるための。今も夜の道を走ると、あの看板が視界の端に現れる。眠気が強い日ほどはっきりと。だからもし見つけても絶対に車を止めないでほしい。あそこは休む場所ではない。目を閉じた人間を置いていく場所なんだ。あの日のバスツアーで最初に違和感を覚えた瞬間は今でもはっきりと覚えている。港に誘われて参加した旅は本来ならただのんびり景色を眺めるだけのはずだった。けれどその日の空気はどこかでねじれていた。乗客は俺と港以外ほとんどが中高年で静かな旅になると思っていたのに、最初の休憩を過ぎたあたりから車内の空気が急に重くなった。後ろの席の老夫婦が同じ方向を見続けていて、まるで何かに引っ張られるように目だけが揺れていた。港が俺の腕をつつき、運転席の上を指した。デジタル時計が15分遅れていたんだ。搭乗員は、さっきまでは正常だったんですが、と小さく首をかしげた。道路の端には白い反射が一定の間隔で現れ、その度にバスがわずかに跳ねた。舗装のせいにはできないほど規則的で、むしろ何かを踏んだような感覚が残った。運転手がバックミラーを見る回数も増え、港は、後ろ、やばくないかと言ったが、俺にはただ単調な山の斜面が続いているようにしか見えなかった。その時、添乗員が突然マイクを握った。予定を変更してここで休憩いたします。予定表にはない場所だった。バスがゆっくりと減速をし、前方に古びた建物が浮かび上がった。看板はなく、外の明かりもないのに、内部だけがぼんやりと光っていた。あの日、ここからおかしなことが始まったんだ。バスが完全に止まると、車内は不自然なほど静かになった。エンジンの音が消えた瞬間、さっきまで感じていた揺れが嘘のようになくなり、耳の奥が詰まったような感覚だけが残った。添乗員は、15分だけ休憩です。と言い、先に降りていった。俺と港もそれに続いたが、足に地面をつけた瞬間、空気がひどく冷たいことに気づいた。夜でもないのに山の影が妙に濃く、周囲の音が
吸い取られているようだった。建物は確かにドライブインだった。だが近づくほどに違和感が増していく。窓はあるのに中の様子が見えず、入り口のガラスには反射しか映らない。それでも中からは人がいる気配が確かにした。話し声ではない。食器が触れ合うような乾いた音だけが一定の間隔で響いていたんだ。中に入ると照明は薄暗く、客席には数人の影が見えた。さっきまで同じバスに乗っていたはずの老夫婦がもう席についている。それだけではなく人数が合わないんだ。降りた時より明らかに人が多かった。それに湊も気づいたらしく、小声で数を数え直していた。誰も騒がない。不思議なくらい全員がこういうものだと受け入れているようだった。壁に貼られたメニューは文字が薄れ、何が書いてあるのか読めなかった。それでも厨房の奥から調理をしている気配だけは続いていた。その時、背中の方で椅子が引かれる音がした。振り向くと、さっきまで立っていたはずの添乗員がいつの間にか客席に座っていた。目が合った瞬間、なぜか強く思った。ここは寄る予定じゃなかった。添乗員は椅子に座ったまま微動だにしなかった。腕は下に垂れ、背筋だけがまっすぐで、店内の薄明かりに輪郭が浮かんでいた。俺が声をかけようとした瞬間、湊が袖を引いた。おい、見ろよあれ。客じゃない。視線の先、窓際の席に座る数人の影は、体の向きが全員全く同じ方向だった。店の奥ではなく、入り口でもなく、バスが止まっている方でもない。意味をなさない方角へ、顔だけをゆっくり向けていた。そして動かない。店内は調理音だけが響き続けているのに、厨房には人影が見えなかった。奥ののれんは風もないのに揺れ、皿が重なる乾いた音が途切れなかった。湊が囁いた。なあ、さっきの老夫婦、ずっと外を見てたよな。でも今は全然違う方向を向いている。てかさ、あれ、老夫婦じゃないだろう。確かに服装こそ同じだが、背中の厚みも髪の量も一致しなかった。まるで同じ枠に別の何かがはめ込まれたような不自然なシルエットだった。俺たちは席には着かず、入り口に近い棚の影へと移動をした。そこから厨房の奥が少しだけ見える。のれんの向こう、薄い影が4つほど並んでいた。足がなかった。浮いているのではなく、床とつながっていない。影だけが漂い、規則的に前後へ揺れていた。その瞬間、
湊が小さく息を飲んだ。あれ、後ろ、誰もいないぞ。振り返ると、他の乗客が一人もいなかった。さっきまで十数人はいたはずの空間が、まるで最初から空席だったかのように静まり返っていた。添乗員の姿も消えていた。椅子だけがわずかに揺れている。異常が確信に変わったとき、建物の外から音がした。バスのドアが開く音だ。俺は湊と目を合わせた。逃げるなら今しかない。バスのドアが開いた音がした瞬間、店内の空気が一段冷えた。逃げなければと分かっているのに足が動かない。湊は顔をこわばらせながらも俺の肩を押した。行こうぜ。ここにいたら戻れなくなる。出口に向かうとき、店内の影がゆっくりと首だけこちらへ向けてきた。角度がどれも同じで人間の動きではなかった。振り返った瞬間に見た厨房の奥では足のない影が全員のれんの隙間からこちらを覗いていた。外は静かだった。山の風も鳥の声も車の音もない。バスだけがポツンと止まり、乗車口のライトが弱々しく灯っていた。乗るしかなかった。俺たちは走り、段差を踏み越えるようにバスへ駆け込んだ。だが車内は空だった。乗客も添乗員も運転手もいない。座席はすべて整えられ、誰一人そこに座っていた痕跡がなかった。湊が震える声で言った。なあ、本当に俺らここに着くまで一緒だったよな。いたよ。絶対にいた。そう言い切った瞬間、バスのライトが勝手に点灯した。同時にエンジンが低くうなり、ドアが閉まった。運転席には誰もいないのに、ゆっくりと前へ転がり始めた。止めようと近づいた時だった。運転席のミラーに人影が映った。バスの外、店の入り口に立つ細い影。見覚えがあった。さっき店内で動かなかった老夫婦の形をした何かがこちらをじっと見ていた。その後ろにもう一つの影が伸びていた。添乗員のそれだ。首が角度のままで戻っていなかった。俺は湊の腕をつかみ、座席に倒れ込むように身を低くした。バスは勝手に発進し、そのまま参道へと戻っていった。店は一瞬で闇に沈み、ライトの中から影が伸びて追いかけてくるように見えた。あれから数日経つ。ツアー会社に連絡をしても、俺たちが乗った便は記録にない、そう言われた。参加をした乗客の名簿にも、俺たちの名前はどこにもなかった。
あの壺を買った日から、俺だけが助かり続けている。それが一番おかしい。中古ショップに立ち寄ったのは本当に偶然だった。駅前のごく普通の店。呪物だとか、曰く付きだとか、そんな雰囲気は一切ないんだ。陶器コーナーの下段に、埃をかぶった壺があった。背丈は低く、口がやや歪んでいる。模様はあるが、意味はわからない。その値段は1000円もしなかった。手に取った瞬間、ひんやりとした重さが手のひらに残った。嫌な感じはしなかった。むしろ落ち着く。それが今思えばおかしかったんだ。家に持ち帰り、今の棚に置いた。それだけだ。何もしていない。異変は3日後に起きた。仕事帰りに横断歩道を渡っている時だった。信号は青。周囲も見ていた。なのに横から車が突っ込んできた。確実に引かれる位置だった。だが次の瞬間、背中を強く引かれたんだ。足がもつれ、尻餅をつく。車は俺の目の前をかすめて止まった。無傷だった。その夜、一緒に飲んでいた同僚が帰り道で事故に遭ったと連絡が入った。俺と別れて10分後くらいのことだった。俺は偶然だと思いたかった。そう思うしかなかったんだ。だが、それは続いたんだ。階段から落ちそうになった時、誰かが後ろで支えた感触があった。その翌日、同じフロアの先輩が転落事故を起こした。助かるたびに誰かが亡くなってしまう。俺は3度目でさすがに気づいた。夜に壺を見た。表面には細い線が浮かんでいる。昨日はなかったはずのひび。触るとかすかに暖かい。壺の底に黒ずんだ点が一つ現れていた。印だと直感した。だが翌日、その印は消えていたんだ。その代わりにニュースでまた一人の訃報を見た。俺の身代わりだった人の名前だった。その時、ようやく理解した。この壺は俺を守っているわけではない。代わりを差し出しているんだ。そして次に守られるのは俺なんだ。その代わりに誰かが選ばれる。壺を見ないようにしても意識から外れなかった。棚の前を通るたびに視線が引き寄せられる。触れとも守れとも言わない。ただそこにある。次の事故ははっきりと予兆があった。壺の底の印が2つに増えていたんだ。黒い点が並んでいる。
次が近かった。その日の夜、友人が家に来た。学生時代からの付き合いで、最近はよく飲みに来ていた。友人はその壺を見て、なんだよそれと笑ったんだ。そして俺は、いやー、安かったんだよ。安かったから、つい買っちゃってさ。そう答えた。それ以上は説明しなかった。その翌日、俺はまた助かってしまった。工事現場の足場が崩れ、下敷きになるはずだった。だが直前で金属が引っかかり、体は宙で止まった。無傷だった。代わりにその日の夜、友人が自宅で倒れた。連絡を受けた瞬間、壺の印が一つ消えているのが分かった。偶然ではない。壺は近くにいる人間を選んでいるんだ。それから俺は人を家に呼ばなくなった。職場でも距離を取った。もう俺は助かりたくなかった。誰かを代わりにはしたくなかった。だが壺は関係なかった。外で起きる事故にも必ず俺が助かる場面が含まれているんだ。電車のホームで人が倒れた時、俺の足元に押し寄せたはずの人波が寸前で割れた。倒れたのは俺の後ろに立っていた見知らぬ男だった。壺の印が3つに増えた。範囲が広がっている。俺は恐ろしくなり、壺を処分しようとした。俺は袋に入れ、夜のうちに車で運び出す。山へ向かった。だが途中で胸が締め付けられ、ハンドルを握れなくなった。視界が暗くなり、このまま運転していると事故を起こす。そう確信した瞬間、壺が助手席で割れたんだ。次の瞬間、車は何事もなく止まっていた。その夜ニュースで山道の事故を知った。亡くなったのは同じ時間、同じ道を走っていた別の車だった。割れた壺を見て、俺は吐き気がした。中から黒いかけらが覗いているんだ。割れた壺を前にしてしばらく動けなかった。壊せば終わる、そう思っていた。だが壊れたのに終わってなんていなかったんだ。壺の破片は床に散らばっているのに、印は消えていなかった。むしろ増えている。黒い点が細い線でつながり、円の形を作り始めていた。完成に近づいている。その翌日から周囲の人間が次々と不運に見舞われたんだ。直接会っていない人間までだ。同じ部署の同僚、顔見知り程度の近所の住人、昔の知人、すべて俺と関わったことがある人間ばかりだった。助かるのは相変わらず
俺だけだった。階段を踏み外しても転ばない。熱湯が跳ねてもやけどはしない。その代わりにニュースに名前が増えていくんだ。俺は耐えきれずに中古ショップへ向かった。壺を買ったあの店だ。事情を話すと店員は何も驚かなかった。割りましたか。そう言って静かに首を振った。それ壊すものじゃないんですよ。カウンターの下から古い帳面が出される。そこには壺の写真と赤い印が円を描いていた。一人分守るための数なんですよ。意味を尋ねると店員ははっきりと言った。最後に残る一人が持ち主なんです。俺が帰宅すると壺の破片は一箇所に集まっていた。まるで誰かが並べたように。その中心に一つだけ完全な破片があった。そこの部分だ。そこに名前が刻まれていた。俺の名前だった。理解した。これまで助かっていたのは守られていたからではない。選ばれていたんだ。壺は身代わりを集めて最後に一人を残す。それが所有者。今夜誰かが代わりになることはもうない。壺は完成した。この先俺は何があっても助からない。それはもう身代わりが存在しないからだ。だから今これを書いている。もし中古ショップで安い壺を見つけても絶対に購入してはいけない。それは守ってくれるものではない。最後に残る人間を決めるための器なんだ。あの夜のことを思い出すと、今でも夜勤表を見るたびに指が止まる。紙そのものが信用できなくなったからだ。あれは今より少し若かった頃、夜勤にも慣れ始め、流れ作業のように業務をこなせるようになっていた時期だった。その日も勤務前に夜勤表を確認した。看護師は3人、受け持ち、役割、緊急時の当選。何度も見返したが見落としはなかった。私は自分の名前を指でなぞり、次に先輩、最後にもう一人の同期の名前を確認した。3人だけだった。消灯後の病棟は独特の空気になる。昼間とは別の場所のようで、廊下の長さも天井の高さも少し歪んだように感じ取れるんだ。その夜、最初に違和感を覚えたのは巡回の途中だった。少し先の廊下を白衣の背中が横切った。ナースシューズの音はしなかった。それなのに確かに人が
歩いた気配だけが残ったんだ。私は反射的に思った。先輩かな？でも先輩は記録室にいるはずだった。無線もついさっき確認したばかりだ。私は立ち止まって夜勤表を思い浮かべた。何度確認してもそこに4人目の名前はない。それでもその白衣は確実に病室の方向へと歩いていった。白衣の後ろ姿が消えた病室の前で私はしばらく動けなかった。足音は聞こえなかったのにはっきりと残っていた。私は気のせいだと思おうとした。夜勤では疲労と静けさが感覚を狂わせる。そう自分に言い聞かせて巡回を続けた。だがその直後だった。ナースステーションの内線が鳴った。受話器を取ると同期の声がする。今誰かそっちに行った？その一言で背中が硬くなる。私が見た白衣の話をすると同期は少し間を置いてから低い声で言った。さっき私も見た。点滴交換してる人がそこにいてね。先輩だと思って声をかけたんだけど振り向かなかったの。場所を聞くと私が白衣を見失った病室と一致していた。その病室は今は使われていないはずだった。私は念のため先輩に無線を入れた。帰ってきた答えははっきりとしていた。ずっと記録室だよ。誰も病室には入っていないよ。三人とも同時に沈黙した。その後も病棟のあちこちで誰かが業務をしている気配が続いた。点滴スタンドが少し動いている。カーテンがさっきより整っている。ベッド柵の位置が変わっている。どれも誰かがやったとしか思えないことばかりだった。夜勤表を見返す。何度見てもそこに増えた名前はなかった。それなのに仕事だけが確実に進んでいった。夜明けが近づくにつれて病棟は少しずつ音を取り戻し始めていた。空調の切り替え音、エレベーターの稼働音、それらが妙に安心材料のように感じられたんだ。夜勤が終わり、私たちは3人でナースステーションに集まった。誰も口には出さなかったが、同じことを考えているのは分かっていた。あの人、誰だったんだろう。その答えが出ないまま、先輩が夜勤表を片付けようとして手を止めた。これ、見て。夜勤表の端、もともと何も書かれていなかった余白に、細い文字で名前が書き足されていた。インクは薄く消えかけたような文字だった。それは数年前にこの病棟で働いていた看護師の名前だった。
事故で亡くなり、その後すぐに夜勤体制が変わった人。私はその名前を夜勤表で見た覚えがあった。新人の頃、確かにそこに載っていた。先輩が言った。だから仕事が進んでたんだね。誰も笑わなかった。その日以降、夜勤表は必ず4人分の欄が用意されるようになった。実際に勤務するのは3人でも、一枠だけ名前を書かない欄。理由は誰も聞かなかった。ただ一度その空欄を作らずに夜勤に入った日がある。その夜だけ点滴が乱れ、ナースコールが鳴りやまず、病棟は混乱した。翌朝、何も書いていないはずの欄に、またあの名前が薄く戻っていた。それ以来私は夜勤表を見るたびに、空いている一枠を決して指でなぞらない。そこには今もいるからだ。この話のせいで、俺はその件に戻れなくなった。理由を聞かれても説明はできない。説明したところで信じてもらえないからだ。始まりは山沿いの現場に応援で入ったことだった。人手不足で2週間だけ手伝ってくれ。そう言われた。町から車で1時間以上。携帯の電波も不安定になる場所だ。そこで3人1組で仕事をすることになった。俺と年上の先輩ともう一人。そのもう一人が後に問題になる男だった。口数が少なく必要なことしか喋らない。仕事は淡々としていて、特に揉めることもなかった。ただ一つだけ、男は人の言葉を妙なほど重く受け取った。冗談が通じないというより、そのまま記憶してしまうような、そんな感じだった。現場が終わる前日、作業の確認をしていた時だ。俺は少し苛立っていて、つい雑に言ってしまった。もう連絡してくんなよ。終わったらそれでいいから。軽口だった。深い意味はない。先輩が笑って話は流れた。男だけが何も言わずにうなずいていた。現場が終わり、それぞれが元の生活に戻った。数日後にその男から一度だけ連絡が来た。業務とは全然関係のない内容だった。俺は正直返す気にはなれなかった。だから返さなかった。それだけの話だ。だがその日を境に山の現場で一緒だった先輩から奇妙な連絡が入るようになったんだ。お前さ、あいつに何かした？身に覚えはなかった。
先輩は続けた。昨日あいつが現場に来たんだよ。もう終わったはずなのに。しかも男はこう言っていたらしい。返事はもうもらってますから。俺はその時初めて嫌な汗が背中を流れるのを感じた。返していない。それだけははっきりとしていた。先輩の話を聞いたその翌日から状況ははっきりとおかしくなった。俺の知らないところで俺の名前が使われ始めていたんだ。まず元の職場に一本の電話が入った。久世さんから聞いてます。山の現場の件、もう問題ないって。そんな話なんてしていない。そもそも俺はもう現場を離れている。上司に呼ばれて説明をしたが、相手は首を傾けた。でも相手ははっきりと言ってんだぞ。返事はもらってるって。その言い方が先輩の言葉と同じだった。数日後、別の現場に入る予定が突然キャンセルされた。理由を聞くと、先方がこう言ったらしい。久世さんがもう関わらないって言ってましたよね。俺は否定した。だが否定すればするほど話はややこしくなった。証拠を出せ、そう言われたが何もない。返事をしていないことは証明できなかった。先輩からも連絡が来た。なあ、あいつお前の名前を使っていろんな現場回ってるぞ。山の近くの現場、林道工事、小さな倉庫作業、どこでも同じ説明をしているらしい。もう話はついてます。返事はちゃんともらってますから。そう言うんだ。誰も疑わない。なぜなら揉めていないからだ。被害は表に出ない。ただ俺の仕事だけが静かに減っていく。ある日、俺は耐えきれずに男の番号に電話をかけた。呼び出し音の後、すぐに切れた。折り返しはない。その夜、知らない番号から一通だけメッセージが届いた。約束、守ってます。そこで思い出した。あの山の現場で、俺は確かに言った。もう、連絡してくんな。男は、それをそのまま実行している。直接、俺には一切連絡せず、代わりに、俺の周囲だけを使って。復讐だと気づいた時には、すでに遅かった。決定的だったのは、一件の事故だった。山の近くの現場で、作業員が怪我をした。大事には至らなかったが、責任の所在が問題となった。その場に俺はいなかった。
だが関係者の書類には俺の名前があった。現場責任者、久世。署名もある。見覚えのある自分の字だった。当然俺は否定をした。だがその場にいた全員が同じことを言った。久世さんが、もう話はついてるって。返事はもらってるって。警察にも労基にも同じ説明が渡っていた。誰が書いたのかは問題にされなかった。重要なのは揉めていないことだった。そして俺は仕事を失った。正確には仕事が来なくなった。噂は早かった。山の現場、林道、郊外の倉庫、どこへ行っても同じ空気になる。あの人、急に投げるらしい。返事しない人だろ。先輩から最後の連絡が来た。あいつ、まだ現場にいるぞ。聞き返すと、一言だけ返ってきた。お前の代わりで。俺はその夜、荷物をまとめた。この県にいる限り、俺の名前はあの男に使われ続ける。連絡を返さなかっただけだ。それだけで人生を壊された。今でも知らない番号から着信が入ることがある。だが出ない。返したら今度は何を約束したことになるかわからないからだ。冬キャンプへ向かう朝から頭が重かった。ズキズキするほどではないが、奥の方に鈍い圧がかかっている感じがする。寝不足だろうと思った。前日、準備で遅くなった。それだけの理由はいくらでもあった。山道に入ると頭痛は少し強くなった。カーブに差し掛かるたびにこめかみの奥が脈打つ。だが不思議なことに、キャンプ場に着く頃にはほとんど気にならなくなった。頭が妙に軽い。澄み切った空気のせいか、視界まで鮮明だった。設営中、何度か後頭部に視線を感じた。振り返っても誰もいない。林の奥が必要以上に静かなだけだ。夕方、焚き火に火を入れる。炎を見ていると頭の中が空っぽになるんだ。朝まであったはずのあの重さは完全に消えていた。むしろ気味が悪いほどだ。普段なら残る疲れも痛みもない。考えが妙にまとまりすぎている。その時、ふと気づいた。頭の中に音がない。風の音も薪のはぜる音も聞こえている。だがそれらが頭の内側に
響いてこないんだ。外側だけで完結している。違和感を覚えたが、痛みがないことの方の安心感の方が勝った。この時はまだ治ったと思っていた。何を代わりに置いてきてしまったのか考えもしなかった。夜になっても頭は驚くほど冴えていた。寒さで思考が鈍ることもなく、焚き火の火を見つめながら細かいことまで考えられる。普段なら頭痛が出る前触れがある。目の奥が熱くなったり、光が刺さったりする。だがそれが一切なかった。代わりにあるのは異様な静けさだった。頭の内側が空洞になったような、そんな感覚。薪を足そうと火がはぜる瞬間、それらを聞いているはずなのに、どこか頭を通らずに処理されている感じがする。夜中トイレに行くためにヘッドライトをつけて林の方へ向かった。光の輪の外側がやけに黒い。その時頭の奥で軽く何かが締まる感覚があった。痛みではない。圧迫でもない。ただ収まったという感覚。同時に頭の軽さが極端になった。思考が早い。記憶が鮮明すぎる。不安よりも妙な安心感の方が勝ってしまった。まるで長年抱えていた不調が正しい位置に戻ったかのようだった。俺はテントに戻り、寝袋に入る。眠りは深かった。夢も見ない。目が覚めたとき、時間の感覚が少しだけおかしかった。スマホを見ると、思っていたよりずっと長く寝ている。それでも頭は痛くない。違和感もない。完璧すぎた。そのこと自体が不安になるほどだった。キャンプ場を出る直前、管理棟の前でなんとなく掲示板を見た。そこに貼られていた注意書きがなぜか頭の中に引っかからなかった。文字は読めている。意味もわかる。だが内容が記憶に残らないんだ。読み終えた瞬間、何が書いてあったのか思い出せなかった。この時点でもまだ異常だとは言い切れなかった。ただ一つだけ確実に言えることがあった。頭痛は完全に消えていた。帰りの運転中も頭は静かだった。渋滞に巻き込まれても苛立たない。クラクションが鳴っても心拍は乱れない。異常なほど落ち着いていたんだ。自宅に着き荷物を下ろす。靴を脱いだ瞬間、頭の奥で小さな衝撃があった。痛みではない。戻ったという感覚だった。次の瞬間、視界が揺れた。部屋の輪郭がわずかに遅れてついてくる。目を閉じると
頭の中心に強い圧が集まる。そして来た。今まで感じたことのない頭痛だった。ズキズキでもガンガンでもない。内側から均等に締め上げられるような、そんな痛み。俺は耐えきれずに床に座り込む。その拍子に頭の中に映像が流れ込んできた。焚き火の火、林の暗がり、そして夜中に感じた締まる感覚。あれは治ったんじゃなかった。収められていただけだった。病院に行った。CT も MRI も取った。だが異常はないと言われた。医師は言った。慢性的な頭痛ですね。原因は特定できません。薬を飲んでも痛みは引かない。むしろ寒い日や静かな場所に行くと強くなった。ある日、ふと気づいた。頭痛が強くなる瞬間には共通点がある。音が少ない時だ。雪の日、深夜、人の気配が消える場所。あのキャンプ場と同じ条件だった。試しに耳を塞いでみた。その瞬間、頭の奥で何かが動こうとする感覚がした。慌てて耳を開く。テレビをつけた。そして雑音を流した。すると少しだけ楽になる。わかった。あの場所で自分の頭は静かになる役割を持たされたんだ。だから静けさが訪れるたびに中の何かが正しい位置に戻ろうとするんだ。俺はもうキャンプには行けない。山にも近づけない。静寂が痛みになる体になってしまったからだ。今でも頭の奥が締め付けられる夜がある。その度に思い出す。焚き火の前で頭の中から音が消えた。あの感覚を。あれは開いた合図だったのだと。床下の異常に最初に気づいたのは真夏の現場だった。特殊清掃の仕事をしていると季節ごとの独特の匂いや湿気には慣れているはずだ。だがこの部屋だけは入った瞬間に空気が止まったように感じたんだ。荷物はほとんど残っておらず、片付けも進んでいると聞いていた。ただ玄関で靴を脱いだ時に床がわずかに沈むのが分かった。柔らかいわけではない。一定の感覚で規則的に沈む。歩くたびに同じ位置で沈むならわかる。だが違った。部屋の奥へ進むと沈む場所が変わる。まるで誰かが足の位置をずらしながら俺の前を歩いているような沈み方だった。管理会社の担当は床下に動物とかかもしれない、そう言っていた。だがそれにしては
沈むリズムがあまりに整っている。軽い衝撃でも揺れる古い床とは違い、明確に踏まれたような感覚があった。部屋を一周した後、中心あたりで手を止めた。足元がさっきより強く沈んだ。一定の間隔。数を数えると8歩目ごとに沈んだんだ。人の歩幅とは微妙に違う。だが規則を持った何かが下にいることだけは分かった。作業を進めようと膝をついた瞬間、床下からコツンと硬いものが触れるような音がした。その位置は自分の膝の真下。木材を押すような音ではない。もっと近い床板の裏側を指先でついたような音だった。体が固まった。もう一度コツ。間隔は8秒。8歩ではない。8秒だ。立ち上がった時には背中に汗が流れていた。だが仕事を止めるわけにはいかず、掃除道具を持ち替えて部屋の隅に向かった。そのタイミングで床下からまたコツッと鳴った。今度は自分の立つ位置のすぐ左。動いている。そう理解したとき、呼吸が浅くなった。普通なら床下に人がいるはずはない。だが感覚の正確さと位置の移り方はどう考えても生き物の動きだった。ふと視線を落とすと床の隅にわずかな隙間があることに気づいた。その暗がりからゆっくりと何かが覗いていた。白く細い指のような形。一瞬見えた後すぐに引っ込んだ。ただ誰かが床下からこちらを確かめている感覚だけが残った。この部屋では下が空間ではない。下が誰かのいる場所だ。そう思った瞬間、再びコツンと8秒後に音がした。今度は俺の真下からだった。翌日、同じ部屋に入った瞬間、昨日とは空気が違っていた。暑いはずなのに床の近くにだけ冷気が溜まっている。部屋の温度ではなく床下だけ別の季節を抱えているような冷たさだった。まず足を踏み出す。沈む。昨日と同じ感覚。8歩目で必ず沈む。ただ一つ違ったことがある。沈み方が浅くなっていた。まるで下にいるそれが昨日よりも天井の近くまで上がってきているようだった。真ん中あたりで止まると自然と息が細くなる。沈む場所と沈まない場所の差が昨日よりはっきりとしていた。まるで下から触られている線が部屋の中に描かれているみたいだった。俺は床板に耳を近づける。だが何も聞こえない。聞こえないことが逆に異常だった。本来なら外の音や自分の動きの振動が
伝わるはずなんだ。なのに床下は完全に閉ざされた空洞になっているようだった。道具を取りにしゃがんだとき、また8秒が過ぎた。コツッと床を裏側から押す音。昨日より強く、そして近い。俺は反射的に後ずさった。次の8秒が来る前に距離を取ろうとしたが、間に合わなかった。コツン。次は足首の真下。正確すぎる位置。そこでやっと気づいた。8秒という間隔は、こちらが部屋でどう動こうと絶対に変わらない。人間の呼吸のリズムでもない。歩幅でもない。生活の癖でもない。それは待っている。その感覚は明らかにこちらに合わせた動きだった。部屋の隅にある小さな通気口がわずかに開いているのに気づいた。昨日は閉じていたはずだ。誰が開けたのかわからない。けれどそこから冷気が上がり、薄暗い穴の奥が見えた。暗闇の奥に白く細い一本が浮いていた。指だ。昨日見たものより長かった。そして向きが変わっている。こちらを指さしているように見えた。通気口を塞ごうと近づいた瞬間、床下からコツッとなった。今度は床を叩く音ではない。木材をつまむような湿った音。そして8秒後、もう一度同じ音。距離がさらに詰まっている。穴の奥の指がゆっくりと引っ込み、代わりに別のものが浮かび上がった。白く丸い、布のようで肉のようでもある。次に黒い2つの点が現れた。目だ。床下から見上げている。何も言わない。そして動かない。ただこちらを確かめるように静かに見続けている。そして8秒後、コツッ。今度は俺の立つ位置の中央から響いてきた。床は薄い。その向こうは誰かの顔がある。3日目、玄関を開けた瞬間、嫌な確信があった。この部屋はもう床下だけの問題ではない。靴を脱ぎ、一歩踏み出した。沈まない。2歩目も3歩目も同じだ。8歩目になっても床は沈まなかった。嫌な静かさだった。あの規則的な感覚が消えているんだ。それは解決ではなく移動を意味している。部屋の中央まで進んだところで足の裏に違和感が走った。沈むのではない。押し返される。まるで下から床板を持ち上げられているようだった。古い建物特有の歪みではない。意志のある力だ。床に手をつく。ひんやりとした感触。だが昨日までの冷気とは違う。
体温に近い、触れている何かの温度だった。次の瞬間、床板がわずかに膨らんだ。目で見てわかるほどではない。だが確実に形が変わっている。その中心にうっすらと線が浮いた。一本ではない。5本、指の並びだ。俺は反射的に手を引いた。だが遅かった。床板の裏側から同じ位置に圧がかかる。こちらの手の形をなぞるように。8秒という間隔はもう意味を持たなくなっていた。代わりに動きが連続している。待つ段階は終わった。床下から何かが押し上がってくる。音はない。きしみもない。ただ床が呼吸をしている。視界の端で通気口がゆっくりと広がった。金属が曲がる音はしない。だが穴は確実に大きくなってきている。そこから顔が現れた。昨日見たものより近い。白く表情のない顔。目だけが異様に生々しい。視線が合った瞬間、理解した。この顔は下から上を見ているわけではない。同じ高さにもう来ている。床の中央が盛り上がった。人の背中のように。肩甲骨の位置まではっきりとわかる。逃げようとはしたが足が滑った。床が湿っていた。昨日まで何もなかったはずの場所に濃い跡が広がっていた。それは人が伏せている形だった。しかも裏返しで。床下にいたものが床そのものになろうとしている。膨らみがもう一度大きく脈打った。次は確実に破れる。そう思った瞬間、床の奥から視線が消えた。代わりにすぐ背後で床が沈んだ。振り返ると床が一つだけ深く沈んでいた。誰かが膝をついている時の形に近かった。だがそこには人影はない。沈みだけが異様に重い。俺は息を殺して後ずさった。すると沈みがゆっくりと移動した。距離を詰めるようにじわりと近づいてくる。床に染み込んだ重みがこちらを追うように動いている。視線を落とした瞬間、沈んでいた場所に5本の線が浮かんだ。指の跡だ。それも床板の裏側から押された形。爪の先が木目に食い込んでいる。そのままゆっくりと2本の腕の形が浮かび上がった。肩に向かって伸び、やがて頭の輪郭が押し出される。顔が下から床を押し破ろうとしている。板がうねり、ひびが走った。古さではない。誰かが通るための避け方だった。
パキッと小さな音がして床板の一部が割れた。その割れ目から白いものが覗いた。皮膚だ。指ではなく額のような丸みを帯びた部分。そのすぐ下に黒い二つの穴があった。目だった。完全にこちらを見ている。割れ目がさらに広がり、顔が押し出された。多少の歪みはあるが、人間の形をしている。ただ、表情がない。目だけが異様に深く、奥底から光のない闇を抱えていた。床板が大きく弾けた。破片が飛び散り、穴の縁に白い腕がかかった。指が床板をぎゅっとつかみ、そのまま体を引き上げようとする。膝をつき、肩が出てくる。そして頭が完全に部屋の空気に触れた瞬間、部屋の温度が一気に下がった。その存在は音を立てず、ただまっすぐこちらへ向けて首を傾けた。それは何かを探す仕草。誰がここにいるのか確かめるような動きだった。俺は逃げようとドアに走る。だがドアノブは動かなかった。鍵ではない。外側から押さえられているような妙な手応えだった。背後で床の穴から滑り出る音がした。濡れた布を引きずるような重たい摩擦。振り返らなくてもわかる。完全に上に出た。足元に冷たいものが触れた。見なくてもわかる。あれが俺の足首を掴んだんだ。振り返った時、床下から出てきた顔が自分の足元にあった。表情のないその顔がゆっくりと口を開く。その口の奥はまるで床下と同じ暗闇につながっているように見えた。次の瞬間、床が沈んだ。今度は俺の立つ位置が沈む。まるで床下へ引きずるための形に変わったようだった。沈みは深く、腕が足に巻きつく。逃げようと体をねじる。だが重みが増して動けなかった。その時理解した。床下の感覚は俺の動きと距離を測るためのものだった。沈む。さらに沈む。そして見えなくなる瞬間に気づいた。床板の割れ目に俺の指が浮いている。あとは動物でも人でもない。次に沈むものの形だった。そして最後に見えたのは床の裏側から覗く自分の影だった。3年ぶりの帰省だった。駅に迎えに来た祖父母に挨拶を済ませ、家に着くと工藤が興味津々で中を見回していた。なんか静かすぎね？そう言いながら玄関を上がった工藤は
急に足を止めた。廊下の一部がポツンと濡れていたんだ。水をこぼした後にしては形が不自然で、線を引いたように細長く伸びている。祖父母はもう寝ていて、家の中はひんやりとしているのに、その水だけが今ついたみたいに新しかった。工藤がしゃがみ込み、指で触れる。冷た。いや、これ何の水？俺も触ってみたが、雨でも結露でもない。上を見ても水が垂れたような跡はなかった。俺たちは気味が悪くなって一旦風呂に入り、寝る準備をした。夜中トイレに起きた俺は廊下の暗がりに足を踏み出して固まった。濡れた跡がさっきよりか長くなっていたんだ。さっきは玄関側に細く伸びていたはずなのに、今は反対側、応接間の前まで続いている。まるで何かが廊下をゆっくりと移動しているように。叫ぼうと思って後ろを振り返ると、工藤がもう立っていた。寝ぼけた目のまま廊下を無言で見ている。あれ、起きたのか？なあ、動いてね。その言葉の直後、濡れた線はほんの少しだけ揺れていた。水がタプンと揺れる時の細い動き。誰もいない廊下の中央で水だけがかすかに動いたんだ。俺たちは声も出せず、ただ暗闇の中でその細い跡を見つめていた。その線はまるで誰かが這いながら引きずったような、そんな曲がり方をしていて、応接間の前で止まっていた。そして応接間の襖がゆっくりと一人でに開きかけた。応接間の襖が数センチだけ開いた状態で止まった。俺と工藤はそこで固まり、それ以上は近づくことができなかった。襖の隙間の奥は真っ暗で、何も見えないのに暗がりの中だけがわずかに湿った気配を帯びていた。工藤が小声で言った。なあ、あの濡れた線、ここまで来てるよな。廊下に伸びた細い濡れた跡はまっすぐ襖の前で終わっている。線を引くような細長さはそのままだが、一部だけ濃くなっていて、そこだけ何かが立ち止まっていた形跡のように見えた。俺は喉が張り付いて声が出なかった。工藤も動けず、そのまま明け方まで硬直したような時間を過ごした。翌朝、祖母が廊下を見て、あら、また出たんだね、とつぶやいた。俺は思わず問い詰めた。またってどういうこと？祖母は言いづらそうに襖の奥を見ながら話し始めた。この家ね、昔は野屋の方にあった古い井戸を使っていてね。そこにまだ小さかった親戚の子が落ちたことがあったの。
直接的な言葉は避けながらも、何があったのかは伝わった。祖母は続ける。それ以来ね、お盆の時期になると、廊下の細い濡れ跡が出るようになったんだよ。井戸に続いていた土の通り道をそのままたどるみたいにね。俺は昨日の線の形を思い出した。細く、ゆっくりと家の中を探すように伸びていたあの軌道。応接まで止まったろ？工藤が言う。祖母は静かにうなずき、さらに続けた。応接間にはね、その子の残した当時の服がしまってあるんだよ。戻ってきた時だけそこまで来るみたいなんだ。襖が一人でに開いたことを言おうか迷ったが、俺たちは黙っていた。祖母は気づいているようなそんな顔をしながら、ゆっくりと襖を閉めた。家を出る前、廊下を見た。濡れ跡はすっかり消えている。けれど、応接間の前の一部分だけ、ほんの少し色が濃いまま乾いていなかった。まるで、ここにいた、と静かに主張するように。あれは長距離運転の帰りだった。夜中の高速は空いていて、走りやすい反面、気が緩みやすい。俺は眠気を感じて、最後の休憩にとサービスエリアに入った。そこが後から考えれば間違いだった。時刻は午前2時前。建物の照明はついてはいるが、人影はほとんどない。トイレと自販機だけ済ませて、早めに出ようとそう思っていた。駐車場に戻り、エンジンをかける。ナビには次のインターまでの距離が表示されていた。何事もなくサービスエリアの出口へ向かった。合流前の減速車線に差し掛かった時、前方に人影が見えた。出口の先、ちょうど本線へ入る直前の位置。そこに誰かが立っている。最初は故障車の運転手かと思った。だが減速しながら近づくにつれて、その考えは消えた。その人は車道のど真ん中に立っているんだ。反射材も懐中電灯も持ってはいなかった。クラクションを鳴らそうとしたが、指が動かなかった。なぜか鳴らしてはいけない気がした。ブレーキを踏み、完全に停止する。距離は数メートル。人影はこちらを向いてはいない。背中を向けたまま微動だにしない。夜風に服の裾だけが揺れている。立ち姿が不自然にまっすぐだった。窓越しに見ると足元がおかしい。地面に影が落ちていないんだ。俺はハザードをつけ、
車内から声をかけようとした。その瞬間だった。人影がゆっくりと横に一歩ずれたんだ。出口を塞ぐ位置へ。その動きがあまりにも正確で、まるで最初からここに立つつもりだった。そんな感覚が頭をよぎった。俺はハンドルを握ったまま動けなかった。距離は近い。ライトに照らされているはずなのに、その人影だけが妙に暗い。光を拒んでいるように見えた。車内は静かだった。エンジン音とウインカーの規則的な音だけがやけに大きい。降りて確認すべきだ。頭では分かってはいるのに、シートベルトを外す気にはなれなかった。ドアノブに手を伸ばす想像をしただけで胸が詰まった。その人影が再び動いた。今度はほんの少し前に出た。こちらに近づくわけでもなく、出口を塞ぐ位置を微調整するような動きだった。俺は逃げ場がないと直感した。バックミラーを見る。後続車はいない。来た道を戻ろうとギアを入れ替えた瞬間、エンジンの回転が一瞬だけ落ちた。警告灯が一つつく。見たことのない表示だった。視線を戻すと、人影が顔をこちらに向けていた。顔はわからない。輪郭が曖昧で、どこに目があるのかも判別できなかった。それでも見られているのはわかった。窓を閉め切っているのに、外の空気が入り込んでくる。金属が冷えるような嫌な感覚。人影の足元に白い線が見えた。出口へ導くための路面表示だ。その線の上に足がきっちりと揃えられている。ずれも迷いもない。この場所に立つことが役目のように見えた。すると突然、ナビが再計算を始めた。画面には見覚えのない文字が表示される。経路を変更します。次の瞬間、人影が一歩こちらに踏み出した。俺はブレーキを踏んだまま動けずにいた。人影との距離はもう数歩もない。それでも近づいてくる様子はない。ただそこに立っている。ナビの画面が切り替わった。本来なら高速道路の表示が出るはずなのに、画面いっぱいに文字が現れた。出口が違います。俺は一瞬意味がわからなかった。同時に人影がゆっくりと腕を上げた。それは誘導員のような慣れた動きだった。その腕の先が出口とは逆の方向を示している。俺は気づいた。この人は進路を
塞いでいるわけではない。行かせないのではなく、行かせない方向を選ばせている。視線を外した瞬間、警告音が鳴った。車体がわずかに前へ動いている。慌ててギアをバックに入れ、ハンドルを切った。タイヤが白線を踏み越えた感触が伝わった。次の瞬間、車は減速車線から外れていた。振り返ると出口は見えない。さっきまであったはずの合流地点が暗闇に沈んでいる。ナビは何事もなかったかのように通常表示に戻り、別のインターへの案内を続けていた。後日、そのサービスエリアの出口について調べた。数年前、深夜に合流を誤った車が減速車線の先で重大な事故を起こしていた。その場所に立っていたのは、当時進路を誤ったまま戻れなかった人物だったらしい。あの夜、もし人影の指示に逆らっていたら、今こうして思い出すことはできなかった。あのサービスエリアを通るたび、今でも出口を見る。そこに立っている人は必ず一人だけだ。恐山を訪れたのは、湿った風が山肌にまとわりつく8月の終わりだった。山道を登る間、車の窓を閉めていても、硫黄の匂いがじわじわと入り込んでくる。山門をくぐると、音の厚みが一段薄くなり、白い砂と風の止まった風車だけが目に入った。人の話し声は遠く、靴の裏が砂利を踏む音だけが自分の足元に張り付いてくる。俺がここに来た理由は一つだけだ。数年前にいなくなった母の声をもう一度だけ確かめたかった。親戚づてに頼み込み、イタコの口寄せの順番を取ってもらった。案内された小さな木造の部屋は、畳が日焼けをして色あせていた。障子越しの光は細く、線香の煙がその光を切りながら、ゆっくり天井へ消えていく。部屋の隅には誰が置いたのかわからない古い座布団が重なっていて、生地の模様だけがやけにくっきり残っていた。足音がトントンと廊下を渡ってこちらへ近づいてくる。戸が少しだけ開き、年配の女が腰をかがめて中に入った。それがこの山で声を借りるとされるイタコだった。形式ばった挨拶はなく、女は俺の前に座ると、名前と呼びたい相手の名を淡々と確認した。それから両手を膝に置いたまま、静かにまぶたを閉じる。部屋の空気がそこでわずかに沈んだ。外の風のうなりだけが壁越しに伝わり、線香の先端が赤く灯っている。俺は膝に置いた手に
力が入るのを自覚しながら、目の前の沈黙が別の何かで満たされていくのを待った。女の肩がかすかに上下した。細い息を吸い込む音が畳に落ち、長いため息のような吐息が後を追う。その度に線香の煙の形が変わり、まるで見えない何かが女の背中側から身を乗り出しているように見えた。俺はもし次に聞こえてくる声が本当に母のものだったら、その場で何を最初に伝えるべきかを考えようとした。だが言葉を組み立てるより早く、下の上から順番に血の気だけが静かに引いていった。イタコの唇がゆっくりと開いた。最初に漏れた声は確かに母に似ていた。低く少しかすれ、語尾だけわずかに伸びる。耳が覚えている音の高さとほとんど違わない。女の口から出ているはずなのに、その声は部屋の真ん中あたりから直接染み出してくるように聞こえた。俺は膝に置いた手をさらに握りしめる。目の奥がじんと熱くなる。声は俺しか知らない出来事をいくつもなぞった。子供の頃、夜更かしをして二人でこっそりカップ麺を分け合ったこと。卒業式の日、駅のホームでうまく笑えないまま立っていたこと。どれも記憶と矛盾していない。けれど話が続くほど別の部分が浮き上がってきた。喜んでいるはずの場面でも声の温度がほとんど変わらない。叱っていた時のことを語りながらも息が詰まるような間が一つも挟まれない。感情の起伏だけが剥がれ、出来事の輪郭だけが淡々と読み上げられていく。さらに俺の知らない場面が混じり始めた。病室で誰かと交わした会話、親戚のいない場所で話したらしい愚痴、名前も地名も初めて聞くものばかりだ。それでも窓の位置や置いてある椅子の色、胸元のシワの細かさまで描写は妙に具体的だった。作り物と切り捨てるには細部が多すぎる。ふと視線を上げると障子に映る影が目に入った。いたこと俺、二人分の形の他に畳の上に細長い影がもう一つ重なっている。その影だけ頭のあたりが薄くにじみ、輪郭が煙のように揺れていた。声がお前と呼ぶたび、その影の頭がわずかにこちら側へ傾く。俺は目を閉じることができず、視界の端で滲んだ黒い塊が畳の目に食い込むように濃くなっていくのを見ていた。母は生前、一人称に必ず自分の名を使っていた。その癖を俺はよく覚えている。だが目の前の声は一度もそれを口にしなかった。どれくらい時間が経ったのかわからないところで、ふっと声が途切れた。
イタコの肩から力が抜け、長い息が一つ落ちた。女はゆっくりと目を開けた。瞳にはさっきまでの声の余韻のようなものはなく、静かな疲れだけが浮かんでいる。これで終わりです。と告げられ、俺は深く頭を下げた。礼金を渡し、部屋を出ようとしたその時、背中に視線の重さを感じた。振り向くと、イタコが障子の方ではなく、俺の胸のあたりをじっと見ている。何かを言いかけたように唇が動き、それから小さく首を振った。代わりに、名前は間違えませんでしたね。とだけ確認された。俺は押し出すようにうなずき、その場を離れた。山を降りる車の中で録音機を取り出し、先ほどの口寄せを再生してみた。ところが、機械から流れ出たのは、風のうなりとかすれた息の音だけだった。肝心の声は固有名詞の部分になると決まって途切れ、そこだけ白い穴のように開いている。自宅に戻った夜、布団に横たわると、天井の暗がりに恐山の畳の色が薄く重なって見えた。眠りかけた耳の奥で低い声が一度だけ囁いた。呼びかけられたのは母の名前ではなかった。俺のフルネームでもなかった。山で名乗っていないはずの昔呼ばれていたあだ名だけがはっきりと形になって胸の内側に張り付いた。はっとして起き上がると部屋は静まり返っている。窓ガラスに街灯の明かりが薄く反射し、その手前に自分の上半身の影が映っていた。ガラスの中の影はほんのわずかに口元を動かし、俺より半拍遅れて胸に手を当てた。翌朝、ポケットの中から小さく折りたたまれた紙切れが出てきた。恐山でもらった控えに似ているが、そこに書かれていたのは申し込み用紙に記入したものとは違う古い住所と名前だった。筆跡は見覚えのないものだが、その呼び方で自分を呼ぶ人間はとうの昔に現世から姿を消している。紙から目を離した瞬間、耳の奥で畳をこする絹ずれの音が一度だけした。あの部屋で聞いたはずのない音だけが妙に新しいまま残っていた。ダムの名前を聞くと今でも胸の奥がざわつく。あの日、俺は気晴らしのつもりで一人ドライブに出て県境の古いダムに立ち寄った。そこは昔から良くない噂が絶えない場所だったが、昼間なら問題ないだろうと軽く考えていた。堤防の上は広く、手すりの向こうには静かな水面が広がっていた。風は弱く、空も明るい。景色自体は綺麗なのに、体の内側が拒否しているような、そんな変な感じがしていた。俺は手すりから身を乗り出し、下を覗いた。
吸い込まれそうな深さ。その時だ。ねと声がした。子供みたいな高さ。だが周りには誰もいない。振り返っても遊歩道には俺の車が一台あるだけだった。気のせいだろうと思いながら歩き出すと、まただ。え、ねえ、まだ？今度はすぐ後ろ。背中をつつかれたような生々しい距離感。その瞬間、汗がブワッと吹き出した。振り返ったがやっぱり誰もいない。ただ手すりの向こう、水面に目がいった。そこには何かが浮かんでいた。最初は流木かと思ったが、しかし形がおかしい。横向きの人間の頭のように見えた。濡れた髪が水に広がり、ゆっくり揺れている。目を凝らした瞬間、それがこちらを向いた。顔の作りはぼんやりしかわからない。ただ確かに俺を見た。水面に沈むでもなく、流されるでもなく、そのままの位置で漂っている。あまりの異様さに後ずさると、耳元でまた声がした。ねえ、変わってくれる？振り返れなかった。だけど足音が近づいてくる気配だけははっきりした。水のある方向じゃない。堤防の上、俺のすぐ背後から。俺は逃げるように車へ向かい、エンジンをかけた。アクセルを踏む直前、後ろの窓に小さく影が映った。手すりの外側、さっきの位置で水面は変わらず静か。でもそこにはさっきまでなかった誰かの指先が手すりを掴んでいた。それは生きている人間の色ではなかった。あれが何だったのかはわからない。ただあの日を境に俺はあのダムには近づけなくなった。言ってしまえば引きずり落とされる気がして。それから数日後、俺はどうしても気になって地元の掲示板であのダムについて調べた。すると最近になって沈まない遺体を見たという話がいくつも書かれていた。夜中に浮いて朝にはいなくなる。沈んでいないのに消える。それを見た人はみんなどことなく同じことを言っていた。視線をそらした瞬間に近づいてくる。あの時感じた気配を思い出し、全身が冷えた。ただの見間違いではなかったのかもしれない。いや、あれを見間違える方が難しい。書き込みの中に一つだけ引っかかる内容があった。堤防の上で、変わってよ、と声をかけられた。それは俺が聞いた言葉とほぼ同じだった。胸がざわつきながら読み進めていると、別の投稿に目が止まった。何年か前、手すりから落ちた女性がいた。死体はすぐ見つかったが、頭部だけがやけに軽かったらしい。沈み方がおかしかったと作業員が話していた。軽かった。妙な言い回しだが、俺はすぐに水面に浮かんでいた頭のような影を思い出した。あれはもしかして。さらに読み進めたとき、一つの写真が貼られていた。ダムの手すりを取っただけの薄暗い写真。だがその端に白い指のようなものが引っかかっている。俺が見たものと同じ位置だ。写真を見た瞬間、背中を撫でられたような感覚がした。まるで、覚えてるよ、と言われているようなあの不気味の悪さ。俺は怖くなり、スマホを閉じた。だがその日の夜、寝ようと目を閉じた瞬間、耳元であの声がした。ねえ、見たでしょ？
心臓が跳ね上がった。俺は飛び起きあたりを見回したが、部屋には誰もいない。窓もきちんと閉まっている。それでも耳の中に残っているさっきの声が。その晩は眠れなかった。翌日も仕事中ふと背後が気になる。振り返ると誰もいないのに、誰かが覗き込んでいる気配だけがまとわりつく。あのダムで見てしまっただけではない。あれは俺の後ろについてきている。思い過ごしだと自分に言い聞かせても、耳の奥で時々響く声がその否定を邪魔した。まだ変わってくれないの？声が耳元で続くようになって3日目。限界を感じた俺はあのダムへ確かめに行った。行けば終わる気がしていた。行かなければずっと背後に気配を感じたまま生きることになると思った。夕暮れ前のダムは人がほとんどいなかった。空気は重く、風もなく、堤防の上だけが異様に静かだった。俺はゆっくり手すりに近づいた。前に見た位置、あの頭が漂っていた場所を確認する。水面は静かだ。沈んだ気配も浮かぶ影もない。終わったのか。そう思った瞬間だった。手すりの下からゆっくり指が出てきた。白く細い5本の指。水面から伸びたのではない。まるで堤防の裏側に張り付いていた手がそっと位置をずらしたような動きで現れた。俺は息が止まった。次の瞬間、手すりの下から別の指が出てきた。今度は左右どちらからも。ゆっくりじわじわと増えていく。まるで複数の誰かが堤防の下で立ち上がろうとしているみたいに。足がすくんで動けなかった。その時だ。後ろで、ねえ、変わってよ。と、あの日と全く同じ声がした。耳元ではない。真後ろ。息が当たるほど近く。振り返れない。でも背中に誰かの顔の気配だけが張り付いていたんだ。俺は逃げようとした。だが足を一歩踏み出した瞬間、堤防の向こうからバシャッと水が響いた。思わず目を向けると水面に一つの頭が浮かんでいた。あの日と同じ位置、同じ角度、そして同じようにこちらを見ていた。ただ一つだけ違う。その顔が俺の顔だったんだ。水面の俺が口を動かした。やっと来てくれた。堤防の下の指が一斉に手すりを握りしめた。カチッと金属が鳴る音。俺は反射的に背を向けて走った。その瞬間、真後ろで誰かが手すりを乗り越える音がした。振り返れなかった。でも分かった。迫ってくる足音が俺一人のものではなかった。あの日以来、俺は暗い場所が苦手になった。特に静かな水辺がダメだ。水面を見ると必ず自分の顔が2つ映る気がする。どっちが本物なのかもうわからない。あの夜の異様な静けさは今思い返しても胸の奥に重く残っている。深夜のシフトに入って3年。裏手の小さな祠なんて気に留めたことは一度もなかった。なのにあの夜だけは違った。巡回で裏へ回り込んだ瞬間、視線が勝手に祠へ吸い寄せられた。照明の死角に沈んでいるはずなのに、
そこだけ影が濃く、湿ったような艶まで見えた。空気も変わっていた。風が止み、油の匂いも薄れ、耳の奥に何かの気配だけがまとわりつく。砂利の上なのに、足元の音がやけに吸い込まれ、靴の裏が沈むような感覚があった。歩き出そうとした時だ。背中に視線が張り付いた。誰もいないのに、誰かが真正面に立っている時と同じ圧のある視線だった。振り返っても無人。それでも気配だけが残り、胸の奥がゆっくりと冷えていくのが分かった。逃げるように事務所へ向かった瞬間、照明が2度だけ短く明滅した。光が揺れた瞬間、祠の前に白い皿が一つ置かれていた。そんなもの、昨日まではなかった。けれど、置かれているというより、さっき現れたという方が近い気味の悪さがあった。翌朝気になって祠を見に行くと、皿は3枚に増え、すべて割れていた。割れ口だけがやけに白く、内側から押し広げられたような壊れ方をしていた。あの割れた皿を見た翌日から、裏手の空気はさらに変わった。昼間でも薄暗く、祠の周りだけ風向きが逆になっているように感じた。最初に気づいたのは、給油中のわずかな違和感だった。客の車の影が地面に落ちた瞬間だけ二つに割れて見えたんだ。照明の角度では説明がつかない形で、片方はずっと祠の方へ伸びていた。胸が詰まるような嫌な気配を抱えたまま巡回に出ると、裏の砂利に新しい足跡がついていた。大人のサイズより少し小さい裸足の跡が、祠へ向かって一直線に伸びていた。雨も降っていないのに、跡だけ濡れているように黒く沈んで見えた。その足跡の最後は、祠の前で途切れていた。まるで地面の中へと沈み込んだように。その瞬間、背後の空気が急にあったかくなった。冬の深夜勤務に慣れた体には不自然な温度で、誰かが至近距離で息を吐いたような湿り気を帯びていた。俺に振り返る勇気はなく、肩が勝手にすくみ上がった。意を決して体を回すと、祠は静かなままだった。しかし、視界の端に白いものが揺れた。鳥かとも思ったが、形が違う。布のように見えたが、風は吹いていない。近づくほどに、その白いものは祠の柱に沿うように立っていた細い腕だと分かった。皮膚の色が中光色のライトに溶け込み、輪郭だけが浮いている。静止しているのに、こちらを向いている感覚だけが強く伝わってくる。背中に冷たい汗が流れ、逃げるように事務所へと戻った。ドアを閉めた後、ガラス越しに裏を確認すると、腕らしき影はもうなかった。だがその直後、休憩室の窓がコツッと一度だけ軽く叩かれた。誰もいない裏側から。あの夜以来、祠の前を巡回するたびに耳の奥で湿った音が鳴り始めた。何かを叩くような、地面を掘るような、一定ではない不気味な音。聞いているだけでも体温が奪われるような嫌な響きだった。そして気づいた。その音は祠の下から聞こえている。祠の下から響く湿った音は深夜になるほどはっきりしていった。地面を叩くような、何か硬いものが土を削っていくような、そんな音。思い返すほどにわかる。あれは外側から
内へ向かう音ではない。内側から地上へ出てこようとしている、そんな音だった。その夜、ついに音が止んだ。代わりに、祠の前の空気が盛り上がった。ライトの光がその膨らみを照らし、表面が湿った泥のように光った。背中を押されるように視線が吸い寄せられ、足が勝手に祠の方へと向いた。止まれない。呼吸も浅くなり、足音だけが大きく耳へ響く。祠の前に立った瞬間、土の膨らみがわずかに開いた。濡れた黒い筋が覗き、そこから細い指が一本、ゆっくりと伸びてきた。土をかき分ける力は弱いのに、動きだけははっきりと人のものだった。指は地面に触れ、次に二本目が続いた。そこから先は早かった。爪の先で土をかき、祠の前へ出ようとしているのがわかる速度で這い上がってくる。逃げ出したいのに膝が固まった。視線だけが土の裂け目へ吸い寄せられ、呼吸のたびに喉が鳴る。やがて土の中から腕が一本抜けた。細く、白く、皿の割れ口と同じ白さをしていた。その腕が地面を探るように左右へ動き、指先が俺の靴へ触れようとした。その瞬間、照明が大きく明滅した。光に照らされたわずかな間、土の裂け目から覗いた何かの顔が俺を見ていた。湿った泥に半分埋まった目だけが黒く沈んだ顔。明滅が収まった時にはすべてが土の中へ消えていた。祠の前には白い皿が一つだけ置かれていた。割れていない皿。今までのものとは違い、そこの内側に濃い指の跡が5本くっきりついていた。だが翌朝、その皿は消えていた。代わりに裏の砂利に裸足の跡が一つ、俺の車へ向かってまっすぐ伸びていた。最初にあの祠を見たとき、なぜ戻ってはいけないと言われてきたのか、理由が分かった気がした。思い返すたびに、あの細い参道の暗さが胸の奥にざらりと残る。毎年夏になると親戚の家に泊まりに行っていた。その村には古くからの風習として、祠に供え物をしたら、来た道を戻るな、という決まりがあった。山道は一本ではない。しかし、祠へ向かう人のほとんどが同じ細道を使うため、帰りにもつい同じ道を降りてしまいそうになる。それを避けるために、祠の脇には古い印が置かれていた。戻り道禁止。戻る者はついてこられる。子供心にも不気味だった。誰がついてくるのか、誰に向けた戒めなのか、誰も説明しなかった。それでも親戚の家に泊まるときは必ず祠に手を合わせるのが習わしだった。祭りに参加する者は初日に祠へ向かい、供え物を置いてから戻る。その帰り道だけは決して行きと同じ道を使ってはならない。ある年、俺はそれを破った。供え物を置き、祠の前で軽く頭を下げた後、何も考えずに来た道へそのまま足を向けてしまったんだ。参道は静かで風が少し抜けるだけ。背の高い杉の影が左右から寄ってくるようで、どこかで見たことのある風景がずっと続いていた。自分の足音だけが
乾いた土を叩いて響いていた。最初はそれが普通だと思っていたんだ。でもしばらくすると違和感が生まれた。前に踏んだはずの場所にもう一つ同じ足跡が重なっている。俺の靴と同じ形で同じ深さ。ただし、ついさっき歩いたはずの足跡よりも新しかった。足跡の縁が崩れていない。土がまだ戻っていない。まるで俺より一歩だけ先に誰かが歩いているみたいだった。背後でかすかな土の沈む音がした。振り返ろうとした瞬間、祠で見た印の文字が脳裏で浮かんだ。戻る者はついてこられる。参道の奥から俺の歩幅とは違うリズムで踏む音がゆっくりと近づいていた。背後で鳴った踏む音は俺の歩幅より少し遅く、それでいて確実に距離を詰めてくるリズムだった。乾いた土を押しつぶすような深い沈み方。小動物の足音とは明らかに違う。走り出したい衝動が胸の奥までせり上がったが、ここで振り返るのは直感的に良くないと思った。誰かがついてくるというより、俺の行き先を確かめながら歩いている存在に感じられた。足を速めるたびに後ろの足音もそれに合わせてだんだん深くなる。速度は変わらないのに踏み込む重さだけが増していくんだ。まるで影が地面に沈み込んで歩いているような質量。集落の明かりが少しだけ見えたとき、道端に古いベンチがひっそりと置かれていた。子供の頃、祖父と一度だけ座ったことがある祠の帰りの見張り台だ。その時祖父は言っていた。ついてくるのは人とは限らない。戻った道はあっちが知っている道だ。だから見張り台まで来たら必ず一度立ち止まれ。俺はその言葉を思い出し、意を決してベンチの前に足を止めた。背中がひりつくように熱く、首筋を伝う汗が冷たかった。足音も止んだ。ピタリと。静寂が張り付き、山の空気が急に重くなったようだった。自分の呼吸がひどく耳に響く。次の瞬間、俺が歩いてきた道の奥から土を押しつぶす音だけがゆっくりと前に踏み出した。一つ、そしてもう一つ。足音はあるのに影は見えなかった。風も揺れない。それなのに近づいてくる気配だけが異様に濃かった。その時、ベンチの横に立ててある古い木柱が目に入った。祠のものと同じ筆致で薄れて読みにくい文字が刻まれている。ここより先へはついてこさせるな。息が止まった。つまりこの位置が境目なんだ。ここで振り返れば境を越えてしまう。足音はさらに近づき、俺の真後ろで止まった。背中越しに伝わる誰かの高さが人間のものとは違う位置にあった。肩の横でも背中の上でもなく、もっと斜め上の木の枝の高さのような位置に。俺は動けないまま耳元でわずかに空気が揺らいだ。それはまるで覗き込まれているような湿った沈黙がそこにあった。背後に立つそれは俺の肩よりはるか上からじっと動かずにこちらを見下ろしていた。顔の一らしき高さが人間ではなかった。木の枝のあたりにそこにじわりと空気の重みが乗っている。汗が背中を伝い
喉の奥で呼吸が細く震えた。ここで振り返れば境目を越えてしまう。祖父の言葉が胸の奥で遅れてよみがえった。戻った道で連れてこられるのは人じゃなくても構わねえ。その意味を今ようやく理解した。やがて背後の重さがわずかに動いた。足元の土が沈む音が一つ俺の背中に向かって近づいてくる。その瞬間、祠の方から風が一筋流れ、ベンチの横の木柱にかすかに触れた。木柱が揺れ、古い文字が夕焼けに照らされて浮かび上がった。ここで待て。夜明けまで決して動くな。祖父が昔ここで言った言葉と同じだった。この見張り台は戻り道でついてくるものと村との最後の境目。ここで動かなければ向こう側に越えられない。俺は震える足を何とか固定し、そのまま夜を迎えた。背後の気配は夕闇が落ちるにつれて濃くなり、真夜中にはそれが地面に降りた気配がはっきり分かった。木の枝にいた高さが俺の背中のすぐ後ろまで降りてきている。呼吸音を出さないようにしても、耳元で乾いた土をかくような音が何度も何度も聞こえてくる。やがて夜明けが近づいた頃、最初の鳥の声が山の奥から届いた。その瞬間、背後の重みがスッと消えた。足跡も気配もすべてが山に吸い込まれるように薄れていった。動けるようになった足で俺は集落へ急いで戻った。家に着いた時には手足の感覚がまだ震えていた。ところが玄関の前で俺は足を止めた。家の前の土に自分の足跡と同じ形をした足跡がゆっくり家へ向かって続いていたんだ。祠の帰り道で自分より先を歩いていたあの足跡。境目で朝を迎えたはずなのに気配はついてきていたんだ。俺の足跡はそこまで深く沈んでいない。だが玄関前に残っていた足跡は土を強く踏み割るほどに深かった。戻り道禁止の風習は道を戻ることそのものではなく、戻った道でついてきたものが家に入らないようにするためのものだった。その夜から家の外を歩く足音が時折聞こえるようになった。乾いた土をゆっくり踏む音が俺の歩幅と全く同じまで。